どうもこんにちは。今回はですね、僕がいつもポッドキャスト収録で使っているこの手話の MV6 っていう6ですね。MV6。このマイクを紹介したいと思います。ちなみに現在このビデオはこんな感じで、このスマホの本体のマイクで今音を取っております。じゃあこれを MV6 をつなぐとどういう音に変わるのか。これ USB-C ですね。MV6 は USB-C しか端子がありません。あとはモニター用のイヤホンジャック挿すところだけですね。これをスマホに、このスマホは USB-C の差し口がありますけど、挿しますよ。プスッと。そうすると、ちょっと光ってるんですけどね。でも音が変わってるかな。これが今 MV6 の音になっております。MV6 の音になっております。これダイナミックマイクですよね。はい、ダイナミックマイクなんで、どうでしょう。こうやってくるくる回しながら音を取ると、こことかに来るともうほぼ音が聞こえないかな。こんな風に今喋っておりますけども、こんな風に聞こえています。で、近づけると音がもちろん大きくなるし、遠ざけるともちろん音が小さくなります。僕は普段このぐらいで喋ってるかな。15センチ、20センチくらいから話してますかね。で、ちなみにちょっと三脚だけ僕勝手に変えちゃってますけど、一応 MV6 買うと、台座がついてきますね。手話のオフィシャルの台座がついてきますが、台座が結構重たいんですよね。で、僕この通り今海外にいるので、荷物を少しでも軽くしたいんで、これはウランジの MT-08 ってやつですかね。MT-08 っていう三脚をつけて、普段はこういう風にして、で、これをカチャって、こうですね。こうやってやって、これも喋ってる最中にマイクをいじるってどうなんだろうって話ですけど、こうやってやってリュックに突っ込んで使ってますけども、これね、本体の重量がオフィシャルだと台座込み込みの重量で書かれてるんで、それが 1.5 キロとかですか。でも台座が相当重たいんですよ。安定感出すために。三脚に変えると、さすがにでもこれ測ってないんですけど、ここ3分の4ネジ、4分の3ネジなんですよね。ちょっと太めなんで、変換をつけてますけど、これでしょ500g ぐらいそれはないか。700g ぐらいかな。すいません、ちょっとわかりません。500g から 700g の間、1キロは絶対切ってますよね。この感じは。と思うんですけどね。このマイクの一番の特徴は、この価格帯、この、サイズ感はでもわかんないけど、一番手軽な中で一番音質が本格的なマイクっていうところかなと。ちょっと待って、今声が響いちゃってんだよな。ちょっと声が響きづらい。こういうところ、ちょっと布が多いところとかに、こうやって運んできてあげる。今ベッドの上に置きましたけど、こうするとより音が良くなってますかね。さっきちょっと壁が多いところで話しちゃった。こんな感じで収録ができますね。ポッドキャスト収録とかね。いくらマイクが良くても壁の反響音って結構大事なんで、そこ、気にする、音質気にする方はちょっと調整してみるといいかなというふうに思いますけども。イエティのブルーね、ひろゆきさんが使ってるやつとか、でもひろゆきさん最近変わったんだよな。あれも重たいんですよ。そのひろゆきさんが今使ってるやつ、ちょっとこういう台座のやつ、あれは三脚付け替えられないから、これがいいのは、ここが結局ネジだから、こうやって三脚に変えれるから軽くなっていいなっていうところですよね。三脚は別に何でもいいですよ。僕の、できるだけ軽くって、だけど本格的な音質っていうのを叶えてるのが結構、あと安いっていう、当然ですけど。お金が無限にあればこれよりもっといいやつたくさんありますけどね。ドリキンさんとかが紹介してるやつとかあると思いますけど。貧乏人で一番ちょうどいいのがここかなっていうのが感じがしますよね。この MV シリーズの MV7 とかになってくると、世のポッドキャスターたちが使っているモデルになってきますけど、それはもうなんだろうな、ここにいろいろ端子がついていてですね、もちろん音質もいいんですけど、もっと本格的に音をいじくり回す人用なんですよね。だから僕の場合はもうスマホ直差しで、特になんていうの、オーディオインターフェースっていうか、何かしらで調整するとかでもないので、そういう場合はこいつが一番手軽っていう、手話もそれは分かった上でこれを作ってるっていうことですよね。ちなみにここ光ってたのはミュートボタンなんですけど、タッチするとミュートになるんですけど、これ今ミュート機能を無効化してます。こんなとこすぐ触っちゃうからミュートを頻繁にする人は有効化しとけばいいし、触っちゃってミュートになるの嫌だって人はアプリをつないでオフにできるんで、そうだ、アプリで音変えれるんですよ。ちょっと僕はこれ、原因を最大まで、要は音量を最大まで上げて、後からポッドキャストもスタンド FM でアプリで直撮りで自分で、後から音量上げたりできないんで、もうマックス状態にしてます。プラス36デシベル、37デシベルくらい
かな、プラスだっけ、なんかアプリのなんかバーがあるんですよ。音量調整バーみたいな。それ一番右にしてるはずです。だと音色っていうか、その高音をイコライザーですね、ざっくり言うと。イコライザーで低音に重きを置くか、高音に重きを置くかで、かなり低音に重きを置かせてます。多分一番低音に重きを置くところから一メモリ戻してるくらいですね。ちょっとラジオっぽい音にしたかったっていうのがあるので、ちょっとだから逆に言うと、こもらせてます。僕の今セッティング的に。この音がこいつのど真ん中の音ではないです。ちょっと低音寄りの、こもり気味の、よりダイナミックマイク感があって、ラジオっぽいちょっと粒立ちは良くないけど、ズシンとくる感じ。特に僕が男だからそういう音にもなりますけど、これちょっと高音を引き上げることももちろんできます。ピアノとかアコースティックギターとかやるんだったらちょっとね、もっとこんなコモコモした音、モコモコした音にはならないように調整はできるので、その辺の細かいことはね、別の YouTuber さんがめっちゃ紹介してくれてると思うんで、そっちの動画見てもらうといいかなと思います。僕はなんか今旅行に持ってきてるっていう観点で三脚につなげますよっていうのと、今線つないですぐ変わったのが分かると思いますけど、引っこ抜いてみましょうか。iPhone にこれ今、USB-C がこうやって刺さってるわけですね。お互いに。こうやって刺さってるわけです。これをズボッで抜くと、今これ iPhone の本体のマイクで喋っているわけですね。マイク本体の音がこんな感じですよね。ズボッって刺すとこっちのマイクになってるということですよ。で、今しばらく使っていて、僕が東南アジアにいるからっていうのもあるかもしれないですけど、これ気づいた人いますかね。このスポンジがこの辺ちょっとなんか膨らんできちゃってて、これちょっとガサガサいじるからちょっとマイク抜くか。今度こっち抜いてみよう。スポッ。今 iPhone の音になってますか、ね、このスポンジがスコって簡単に取れるんですけど、こんな風になってます。ここが長い、MV7 と比べた時に MV6 って公式サイトとか Amazon とか見るとなんか筐体が長いように見えるんですけど、そうじゃないんですよ。MV7 は太いんですよ、ここがこいつは MV7 より実は小さいです。小さいし軽い、そこ、いや僕がネット上のデータ見た限りですね、本物見てないけど、多分 MV7 より MV6 は細くなってるだけで長くなってるわけではないと思います。ちょっと皆さんも確認してみてください。で、これのなんつうんだろうな、こっち側がなんか外側にわかるかな、ベヨンってベヨンって膨らんじゃってるんですよね。だからつけるとわかるけど、なんつうかな開いてるんですよ、お花みたいに。最初新品の時はもっとピチッとこうなってたわけですね。ピチッとなってたんで、今はちょっとファサってなっちゃってますね。ちょっとこうやってギュッてやっちゃってるせいかな荷物とかに入れた時にこの本来隠れちゃいけない黄緑のところまでグッと行くんですよ。余裕があるから、少しなんつうかな、こんな感じで余裕があるから荷物入れた時に刺さっちゃって、でここでピョって膨らんだこの癖がついちゃって、なんか戻してもなんかこんな感じみたいな。スポンジなんてね、これ結構スポンジ意外と薄いんですね。風防性能がどんなもんで、ちょっと息吹いてみようかな。この状態で息吹いてみましょうか。何の実験？僕もちょっとやったことないから風防性能どのぐらいか分からんけど、こんな感じ、スポンジもね、スポンジだけ別売してんのかな、それも知らないわ。ちょっとそこだけ気になってますけどもっていうような感じかな。でもね、音質めちゃくちゃこの価格帯でこのガチ本格音質出るからすごく助かってますね。もちろんスマホ用のマイクなんて今 DJI とかインスタ360とか、たくさん出てますけど、あと手話ももちろん出してるし、ロードとかもあるし、ウランジもありますけど、この重み、音圧っていうんですか、よく僕は分かりませんけれども、それが出るのはやっぱある程度サイズのあるダイナミックマイクなんですよね。ピンマイクってそもそもそういうものじゃないと思うんですけど、音圧というか音質を追求するものではないとは分かってはいるんですけど、出ないもんだなと思って、そのソフト側で無理やり引き上げれば出るっていうのは他の人の動画見てて分かるんですけど、やっぱこのコシのあるラジオみたいなズシッと感のある音っていうのはもうある程度のこういうマイクだけど、今まではそのイエティのブルーとかじゃないとなかなかロジクールのあれだわ、今ひろゆきさん使ってたロジクールの何かなんとかってやつ、ちっちゃいやつ、ちっちゃいけどでかいやつ
しかなかったけど、まあこれまあ別にそんな新しい商品じゃないですよ。これは結構前からありますけどでもこれはなかなかいいなということで今僕が使っております。はい、興味あれば、概要欄に Amazon リンクを貼ってありますので、皆さんもご存知の通りそのリンクから購入していただくと皆さんが買うお金は一緒、金額一緒だけど僕に若干のマージンが入るんで、よければ Amazon リンクポチッと押してから、見てもらえるといいかなと思います。ちなみにそのリンクをしてから別にこれじゃなくてもこれ以外のものを買ったとしても僕にマージンが入るんで、ぜひ押していただけるとすごく助かります。はい。ということで手話の MV6 の紹介でございました。